今日は三角コロッケ春巻きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は三角コロッケ春巻きを作りたいと思います。はい、ということで今回はコロッケの具材を春巻きにしていきたいと思います。さらに春巻きの巻き方なんですが、今回は三角形の可愛い一口サイズの春巻きに仕上げたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにコロッケの具材の材料からご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、玉ねぎ、合いびき肉、有塩バター、お醤油、みりん、お砂糖、だしの素、塩、胡椒、こちらの材料でコロッケの具材を作っていきます。じゃがいもについてはこちらはお好みの品種を使ってください。そして合いびき肉ですね。こちらはですね、豚のひき肉だったりとか鶏のひき肉を使っていただいても大丈夫です。お好みのものを使ってください。今回味のポイントはお砂糖とだしの素です。お砂糖を加えることで味わいに深みが出て美味しい仕上がりになります。そしてだしの素ですね。こちらを入れていただくと旨味がアップします。今回使用しているだしの素はかつおだしになります。そして残りの材料をご紹介します。材料はこちらです。春巻きの皮、薄力粉、お水、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。ということでね、今回はこちらの材料で作っていきます。春巻きの皮に関しましては具材の量に合わせて使っていきます。それでは早速作っていきます。それでは作っていきます。まずですね、こちらのじゃがいもの皮を剥いてください。はい、で皮を剥いたらこの芽も取り除きましょう。はい、このように皮を剥いてさらに芽も取り除いてください。では残りも同じように皮を剥いていきます。はい、このようにじゃがいもは皮を剥いてください。そしたらこちらのじゃがいもを一口大に切っていきます。ざっとで大丈夫です。はい、このように切ってください。そしたらじゃがいもはボウルに入れましょう。はい、そしてこのように水に浸してください。このまま5分アク抜きをします。はい、それでは続いて玉ねぎを切っていきます。玉ねぎはね、みじん切りにしていきます。やりやすい方法でやってください。はい、玉ねぎはこれで OK です。はい、5分経ちました。そしたらこちら一度水を切ります。そしてここにふんわりラップをしてください。あとですね、このように1箇所空気の出入り口を作っておいてください。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で7分加熱します。はい、加熱しました。そしたらラップを取り外します。やけどしないように注意してください。そして一度竹串などできちんと柔らかくなってるかチェックしてください。この時にまだ少し硬い時はプラス1分ずつ加熱してみてください。そうしましたらこちらのじゃがいもをマッシャーかまたはフォークで潰していきます。はい、OK です。こんな感じでじゃがいもは潰してください。それではね、こちら使うまでこのまま置いておきます。でこちら乾燥しないように上にね、ラップをピタッと貼り付けておきましょう。じゃがいもの準備はこれで OK です。それでは具材をフライパンで炒めていきます。まずバターをね、半分だけ入れてください。そして火にかけます。火加減中火です。バターを溶かしながらフライパン全体に広げてください。半分ぐらいバターが溶けたらこちら合いびき肉を加えます。そして炒めましょう。このようにね、ほぐしながら炒めていってください。でバターが溶けたら軽くね、塩コショウを振ります。で炒めます。こんな感じでほぐすようにね、炒めてください。で8割ぐらい火が通ったらここに玉ねぎを加えます。そして炒めます。はい、で玉ねぎにも火が通ったら一旦火を止めてください。そしてここにまずですね、お砂糖、みりん、お醤油、そしてだしの素を加えます。そしてまた火にかけて火加減弱めの中火でさっと炒めます。そしてまずね、お肉に味付けをしていきます。
でだいたい20秒ぐらい炒めたらもう一度火を止めて加熱しておいたじゃがいもを加えてください。じゃがいももね一緒に炒めていきます。でじゃがいも加えたらもう一度火にかけましょう。そして火加減は中火から弱めの中火で調整しながら最後炒めていきます。しっかりね水分を飛ばしながら炒めていってください。ここでね水分の飛ばしが甘いと揚げた時に油跳ねしやすくなるので、しっかりとね水分を飛ばすようにしてください。はい、 OK です。今ねだいたい1分半ぐらいね炒めました。このように水分がね飛んでちょっとねポロッとするぐらいですね。このぐらいになったら OK です。そしたら最後こちら残しておいたバターを加えます。バターの香りをつけていきます。このように最後に入れていただくことでバターの香りがしっかり残って美味しい仕上がりになります。はい、 OK です。あとは少し味見していただいて塩コショウで味を整えてください。それではバットに移していきます。そしてバット全体に広げてください。はい、広げたら上にピタッとラップを貼り付けます。こちらは乾燥を防ぐために貼り付けてます。それではこのまま一度しっかり冷ましてください。はい、それでは春巻きを巻く時に使う海苔を作っていきます。まず器に薄力粉、そしてお水を加えます。これをよく混ぜましょう。はい、ダマがなくなれば OK です。こちらは巻く前に準備しておいてください。それでは具材も冷めたので巻いていきたいと思います。今回は通常に巻くのではなくて三角春巻きにしていきたいと思います。春巻きの皮を3等分にしていきます。3等分にするときは包丁でもいいですしキッチンバサミでもどちらでも OK です。で大体で大丈夫なので切っていきます。はい、このように3等分にしてください。では巻いていきます。まずこの手前の部分に具材をのせます。はい、こんな感じです。このように三角になるように置いてください。そしたら手前から斜めに折り曲げます。はい、そしたら今度は上に折り曲げます。そしてまた斜めに折ります。でまた折ります。はい、そして最後三角が残ったらここに作っておいた海苔を塗ります。もう全体にね塗っちゃって OK です。そして最後ピタッと貼り付けます。はい、 OK です。このように三角の形にしてください。では残りも同じように作っていきます。はい、全部巻き終わりました。今回は全部で20個できました。こちらはですね具材の入れる量によっても変わってくるので目安にしていただけたらと思います。ではこちらを油で揚げていきます。はい、ではフライパンで揚げていきます。まずですねフライパンの底からだいたい1センチ弱ぐらいの油を入れます。少なめの油で揚げていきます。はい、そして火にかけます。今回は170度から180度ぐらいの温度で揚げていくのでそれまで油を温めます。それでは適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時にすぐ菜箸の先からプクプクプクっと泡が出るぐらいですね。このぐらいになれば OK です。それでは揚げていきます。やけどしないように入れていきましょう。この中身はねもうすでに加熱されてるので表面がカリッとしていい揚げ色になったら取り出してください。時折ねこうやってひっくり返しながら揚げましょう。はい、このようにいい揚げ色になったら取り出します。はい、このように美味しそうに揚がりました。だいたいね揚げる時間は1分から1分半ぐらいでいいかなと思います。このように表面もカリカリです。では残りも同じように揚げていきます。はい、揚げ終わりました。このようにサクサクに仕上がってます。ではこのまま3分ほど油を切ります。はい、これで三角コロッケ春巻きの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように皮もサクサクで美味しそうに仕上がってます。そして中身はこんな感じになってます。ホクホクでとても美味しそうな仕上がりです。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。皮がパリッパリですね。そして中のコロッケの具材にしっかりと味付けをしてるので何もつけずにこのまま美味しく召し上がっていただけます。は
はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の三角コロッケ春巻きのポイントです。まず使うじゃがいもの品種なんですが、こちらはお好みのじゃがいもを使って作ってみてください。そしてじゃがいもを加熱する時間なんですが、こちらはですね、レンジの種類だったりとか、あとはじゃがいもを切る大きさでも適正な加熱時間が変わる場合がありますので、こちらの加熱時間は調整していただけたらと思います。そして具材を炒める時のポイントです。具材を炒める時はまずひき肉と玉ねぎを炒めて、その後じゃがいもを加えてしっかりと水分を飛ばしてください。この時に水分がちょっと残っていると揚げた時に油跳ねしやすくなってしまいますので、注意していただけたらと思います。具材ができたら最後味見をして、味はお好みで整えてみてください。そして春巻きの皮で巻く時のポイントです。今回は三角春巻きということで、1枚の春巻きの皮を3つに分けました。そして3つに分けたら、春巻きのザラザラしてる面を内側にして、手前に具材を置いて、そして三角にくるくる巻いてください。この時にできるだけ隙間ができないようにきつめにきちんと巻くようにしてください。なのでたくさん具材を入れてしまうと巻きにくくなるので、具材の入れる量は多すぎず少なすぎずでちょっと調整しながら作ってみてください。あとはもう少量の油で揚げるだけなのでとても簡単です。カリッとするまで揚げてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は三角コロッケ春巻きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。